皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの東ヨーロッパにおける影響力の低下について取り上げていきます。このことを語るのに取り上げる題材というのは、ロシア系の兵器体系からさよならする国々の紹介です。今回取り上げる国は2つ。それはセルビアとルーマニアです。日本にとってはどちらも馴染みのない国ではありますが、ロシアの影響力低下が感じられる話題なので、ぜひとも最後までご覧ください。まず最初に、東ヨーロッパの国々は、かつてはソ連の影響圏下にありました。そのため、保有している兵器類などは基本的にはソ連系の兵器で、西側製の兵器とは全く違う設計思想や規格を使っていました。それは、ソ連が崩壊した以後においても大きく変更されない国々も多くありました。というのも、兵器というのは寿命が長いものですし、一つの系統だったものから他の系統へと乗り換えるには、どうしても整備、メンテナンス、そして補修部品のやりくりや、更新をするとき、訓練をするとき、様々な話において、今まで通りのものを使う、そしてその系統を順次更新していくというのが基本的にはやりやすいからです。ところが、ロシアによるウクライナ侵攻に伴って、ロシア系の流れを組む兵器類を持っていた国々も、徐々にその流れから離れつつあります。例えばその最も有名なところでは、ウクライナのお隣ポーランドがこれに当たるでしょう。ロシア系の戦闘機や戦車、そういったものについては次々と方針を発表し、順次他のものとの入れ替えが進んでいるものについては、ウクライナへの提供なども進めています。そのため、ウクライナにとってポーランドは強力な軍事支援の一国となっています。そして今回、ロシア系の兵器体系から卒業するのはセルビア。このセルビアの場合であれば、戦闘機を入れ替えていきます。セルビアがこれまで使っていたミグ系の戦闘機、ロシアによるウクライナ侵攻その前であれば、必要な部品類などについてロシアからの輸入もできたでしょうし、技術的なアドバイスなども受けることができたはずです。しかし、現在では、そのような軍事物資のやり取りについては当然のように規制されていますし、そもそも注文したとしても入ってくるかどうかなど全くわからないような状況です。そして今後のことを考えると、ロシアとのこうした軍事物資のやり取りといったものは、敵対関係になる可能性すらあるわけですから、このような関係を断ち切ることは非常に重要なこととなります。そこでセルビアはミグ系の戦闘機からどこに移り変わるかといえば、それはフランスの戦闘機を購入することに決めたようです。フランスの兵器販売は伸びていますよということは、以前の動画でも解説しました。世界の兵器市場においては、1位アメリカというのが不動の立場を築いており、それに続く兵器輸出大国がロシアです。ロシアはかつてのソ連の影響圏下にあった国々や、また欧米系の国々が販売を許さないような軍事政権や独裁政権などにも積極的に兵器を販売しています。ところが現在のロシアはそのような兵器輸出には生産能力を振り向けるのが非常に困難な状況にあり、自分の国で作ったものはウクライナの戦場へとどんどんとつぎ込むということを行っています。そうした政治的にも兵器売買的にも問題を抱えるロシアから離れる国が出てくるのは当然というわけです。そしてここでセルビアがフランスの戦闘機を選んだのはお金の問題と納期の問題があるでしょう。例えば世界各国で非常に傑作として知られる戦闘機としてはアメリカ製の F16 戦闘機があります。ステルス性能はないけれども、それ以外を除けば非常に優秀な戦闘機で、価格面についても大量生産がなされていることから非常に安定した価格となっています。大量に作られていることから補修部品の入手や整備維持メンテナンスのノウハウなどについても非常に蓄積されており、安心して採用できる名作です。しかし一方において、たくさんの国々から F16 の最新型については注文が入っているがために、今からその購入の列に並ぶと一体いつになったら納入されるかわからないぐらいのことになってしまっています。そのため、セルビアとしては、アメリカべったりといった印象をロシアにも持たれないようにするため、ある意味政治的な配慮も効かせてのフランスの戦闘機購入だと思われます。しかし、一度フランス系の戦闘機を購入したからには、最初にも言ったような話、一度兵器体系が変われば、そうは簡単に変わらないよといった話が適用されることになり、ロシア系の戦闘機に以後戻ることは、政治的にも軍事的にも、もうロシア系の戦闘機を導入しようとはならないでしょう。つまりロシアにとっては、未来にわたって続く
重要な顧客をこれからずっと失い続けることになってしまったわけです。そしてセルビア以外の国としてもう一つの国、ルーマニアについても取り上げましょう。ルーマニアがロシア系の兵器から卒業するのは陸軍の戦車、装甲車、自走砲の類です。特に戦車については、旧ソ連系の戦車の車両が1400両あり、これらについて順次退役、そして新しい戦車へと切り替えていくことが方針として示されています。ルーマニアの場合、お金を潤沢にかけるといったことはちょっと経済力からすると難しいので、アメリカやドイツの戦車ではなく、韓国の戦車を選ぶのではないかと言われています。韓国の戦車については、ポーランドが先に大量に購入することを発表しており、このような前例があったからこそ、ルーマニアも韓国を選ぶ可能性が高いと言われています。これは、韓国の戦車がある程度必要な肝の部分については、他の国々からのライセンス供与などを受けて、品質を担保した上で、一つのまとまった製品としての評価を得ていることが、販売促進につながっていると言われています。アメリカの戦車の場合だと、どうしても現在は大量生産はされていませんし、かといってドイツのレオパルト戦車については、韓国の戦車よりもどうしても高額になりがちで、お金の面で十分な予算が用意できない国に対して韓国はうまく滑り込むようなことを行っているわけです。そのような事情があったとしても、少なくともロシア系の戦車などから脱却することによって、こちらもやはりもう二度とロシア系の戦車を新たに購入したり、そちらの兵器体系に戻ろうといったことは、そうは起こらないでしょう。一度欧米系の兵器類へと移行していけば、それをもとにして次の訓練、次の兵器更新はどうしようかといった話になりますから、こちらもまたやはり失われた需要といったものはあるわけです。なお、韓国のような肝の部分については、他の国からのライセンス生産などをかませている関係で大きな利益を得ることはちょっと難しいのではないかと言われていますが、しかしそれはあくまでも大きな利益であれば難しかったとしても、小さな利益であれば継続的に得られる可能性があり、決して馬鹿にできるものではありません。特に兵器といったものは一度導入すると、その後の関係が非常に長くなります。それは、その相手国との外交関係上においても、パイプが太くなりますし、また何かあれば、買い戻すといった選択肢なども得ることができます。さらには、そうした販売を通じて、売り上げを得たお金そのものが、次の兵器開発の原資にもなり得るわけです。こうした販売している国には販売している国のメリットがあり、新しい兵器を作りたいなと思った時に、世界へと販売網を持っていない国というのはどうしても、その国の税金をたっぷりとつぎ込む形で、自国での開発生産などを進めていかなければなりません。逆に言えば、そういった販売先を失っていくことは、未来の顧客も失い続けるわけで、ロシアの将来を自ら閉ざしていくのが今のプーチン大統領の戦略的な失敗だと私は思います。皆さんはこの話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからもこのチャンネルの動画を見ていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。